はいさん、さあクリスタルさん、暑い暑い夏休みの真っ最中なんですけれども、沖縄といえばもちろん海だったり遊びだったりもいいですが、アート、美術芸術巡りもいいと思いません？あ、いいですね。美術館とか？もちろんそう、美術館だったりそういうところもね、実は沖縄いっぱいあるので、今日は那覇市内の芸術を満喫できる施設と9月に開催される素敵なコンテンポラリーダンスの公演を紹介したいと思いますので、早速行ってまいりましょう。せーの、レッツゴーやー。今回は那覇市内でアートを満喫できる施設をご紹介。さまざまな芸術や歴史、文化に触れて学んで楽しむ場所。最初にご紹介するのは沖縄県立博物館美術館沖ミュー。那覇市おもろ町に位置するこの施設は、沖縄の城グスクをイメージしてデザインされ、沖縄の自然、歴史、文化、芸術を一度に鑑賞することができます。博物館と美術館が併設された全国でも珍しい施設です。博物館常設展では、国指定や県指定の文化財を含む展示が常時3000点以上あり、万国診療の鐘など古代から続く琉球王国の栄華を象徴する宝物や、多様な文化が融合した琉球の生活を見ることができます。美術工芸部門では、美しい工芸品を通じて王国時代の人々の美意識と琉球の美を紹介しています。また期間限定の展覧会も数多く開催しており、9月3日までは約38億年にわたる進化を題材にしたみんなの進化展や、美術館エリアでは同じ9月3日までミニチュア写真家、見立て作家の田中達也さんのミニチュアライフ展2が開催されています。ミニチュア立体作品や写真作品が約170点展示されており、ミニチュアアートの楽しい世界を体感できます。続いては那覇の中心、牧市桜坂に位置する施設をご紹介。ミニシアター系の作品を中心としている桜坂劇場。毎年約300本の映画の上映や約50本のライブイベントを開催しています。アメリカ統治下の1952年、当時バーやキャバレーの集まる歓楽街であった桜坂に、芝居小や産後座として開場。書籍、沖縄雑貨、沖縄の伝統工芸品など幅広く扱うショップ、ふくら社も併設しており、劇場から近い坪谷八幡通りの美しい陶芸品や琉球ガラスも数多く並んでおります。映画を目的としない人にとっても気軽に訪れることのできる場所です。カフェサンゴ座キッチンはサンゴ座への敬意の表しとして名付けられたそうです。メニューの見た目を最大に引き立てるために沖縄らしい器を起用しています。そして肝心のホールは80席、100席、291席の3つ。Ouais, donc en fait, les rennes, ils arrivent, ils m'ont planté droit comme ça. Ouais, mais en revanche, le gardien, enfin, son maillot, il est vraiment très 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 bien.
Ouais. Il a fait un César hier contre. Vraiment, il était impressionnant. Moi, j'avais pas vu ça comme ça, en fait. Moi, je préfère plutôt le défenseur. C'était. Son string qui dépassait jusqu'au bout du tout, c'était très sexy, en effet. Ouais, je trouve que c'était pas mal. 映画にとどまらない沖縄におけるカルチャーの拠点として120以上の講座を開設する桜坂市民大学で沖縄内外の文化を広く発信し、地域の人々に親しまれています。そして今回最後にご紹介するのはこちら、旧那覇市立雲地小学校跡地に建設された那覇文化芸術劇場那覇アート。那覇、ハート、そしてアートを組み合わせて命名されたこの施設に、沖縄の建築に欠かせない花ブロックが美しく内装に取り入れられています。演劇やミュージカル、伝統芸能、コンサートといった文化芸術の発信拠点として首都や町に元気を与え、文化芸術が発展する願いを込めた施設です。地域コミュニティと連携し、育成プログラムやワークショップを通じて地域文化の継承にも力を注いでいます。さまざまなイベントに対応した美しい展示スペースや、大劇場のメインステージと同じ広さで本番通りの稽古ができるスタジオなども備わっています。約1600席ある大劇場は海の中をイメージして作られ、客席はサンゴの産卵、天井は海中から見上げた沖縄の美しい海を表現しています。首里城デザインのコンセプトにした小劇場には約260席があり、多目的ホールとしてさまざまな使い方に対応しています。琉球王国を連想する赤と黒の内装に、上品な黄色のシートが印象的です。伝統的な沖縄の文化から斬新な芸術表現まで、多様な芸術体験が皆さんを待っています。実はこの那覇文化芸術劇場那覇アートで今度素敵な公演がありますよね。そうなんです。今度9月15日16日に小山田雲の素敵な公演があるんですけれども、これはね賞を取った作品でもあり、そして沖縄初上陸なのですっごく楽しみなんですよ。はい、いいですね。コンテンポラリーダンスですよ。そして実は今日その公演紹介と貴重なインタビュー映像がございますので、皆さんぜひご覧ください。今回ご紹介させていただく公演は高山田雲による因子、令和4年第77回文化庁芸術祭賞舞踊部門関東参加の部優秀賞受賞。コンテンポラリーダンスとミニマルミュージックが出会う舞台、沖縄で初上演。テリー・ライリさんが1964年に発表した歴史的楽曲因子、そのスコアに完全に忠実でありながら、世界一周の旅に出たような爽やかで豊かな演出を手掛けました。そして本日公演の紹介をしてくれるのは振付、演出、美術の山田雲さんです。よろしくお願いします。山田雲です。ダンサーでコレオグラファー、東京拠点に、世界各地で活動しています。今回の公演は、インシーという音楽を使ったダンス作品です。これは、昨年2022年に私が率いているダンスカンパニーが20周年を迎えまして、それを記念して作った作品です。この作品は1960年代に、アメリカ人の作曲家テリー・ライリーさんが作ったミニマルミュージックの本当にスタートの作品と言われているすごく重要な音楽作品なんですけれども、もともとは即興演奏、大勢の人で即興演奏するための音楽として作曲されたものです。
で、それをですね、今回は、ダンサーたちが即興ではなくて、あるルールの下で、12人で創作をしまして、そのシームレスに世界が変わっていくような、そういう音楽の流れと一緒に少しずつ何かが変わって、また何かが終わって、また何かが始まってというような、マンダラのような作品をイメージして作りました。この作品の中に、実は、舞台美術のとして、12個の瓦礫が出てくるのと、それから、映像が少し挿入されるんですね。で、映像ってすごくある種神秘的に見える光のように感じると思うんですけど、実はこの映像はどうやって作ったかと言いますと、テリー・ライリーさんの作曲したその楽譜にですね、覚書のような、言葉があるんです。で、それを AI に読み込ませまして、で、そこで画像生成したものから、がその光のような色だったんです。それは本当に美しい、何とも言えない光の色合いを生成しておりまして、で、それを、ところどころに挿入して、光のような演出を、出してるんですけれども、身近な私たちの生活の中に神秘っていうものを取り入れたりしながら、私たちは生きていく、地に足をつけて土着的に生きていくというか、そういった昔ながらのものが今は形を変えてもまだ私たちの中に、または外にあるっていうようなことを、美術とか映像で表現もしています。2017年に文化庁の文化交流士という任務をいただきまして、世界の11カ国23都市でダンスの活動をしてきました。今回、印紙を作るにあたっても、その世界中を旅してダンスをした私の経験みたいなものはいつか作品に反映したいってずっと思っていて、どこに軸足を置いても私たちは同じ、人間で同じような喜びや営みっていうものを持っていて、で昨年初めて那覇アート、ここで昨年も、講演をさせていただきました。まずそこの場所がですね、もともと学校だったっていうことをお聞きしまして、そういった学校に劇場が姿を変えてあるという中で、何か新しいこれからの教育なのか文化なのか、そういったものを発信しようとしている何か新しいエネルギーみたいなものを劇場から感じました。特に私が作り出しているこの因子という作品は、みんなが共感できるような行動だったり踊りだったりっていうものにすごく近いんではないかなと思っていて、沖縄の方たちは何か言葉ではない動きの中でこの命の尊さだったりとか、それから人間の営みだったりとか、何かを失って、そして何かが生まれていくとか、大事にしていく人間の文化とか、そういったものをシンパシーを持っていただけるんではないかなっていうふうに思っています。今回はですね、講演の後にアフタートークを、開催する予定です。9月の15日のマチネ公演の後は、沖縄で活動しているバレエアーティストの緑間良樹さんとお話をさせていただきます。ものを作るという、で舞踊というもので表現している緑間さんの視点で、この因子ということを語れることをすごく楽しみにしておりますし、で、ソワレ公演ですね、夜の公演では、一緒にこの作品を作った、スタッフでもあります音楽家で作曲家の小野悟さんと、衣装デザイナーの飯島久美子さんと、お話をさせていただきます。どういうふうにして作ったか、またどんなことを考えたか、苦労はどんなところにあったかという裏話も楽しみにしていただけたらなと思っています。沖縄台風シーズンの9月なんですけれども、すごく沖縄というのは私は日本の中でもエネルギーが常に渦巻いていて、特別なパワーのある島だと思っています。で、ここで講演できることが私には本当に喜びですし、これで沖縄の皆様と何かすごく深いところでつながれたら本当に嬉しいです。ぜひ見てほしいなと。きっと年齢も性別も世代も本当に関係なく楽しんでいただけるんじゃないかなと思っていますので、皆様のご来場を心からお待ちしています。ありがとうございます。高山田雲因子9月15日金曜日16日土曜日に那覇文化芸術劇場那覇アート
小劇場にて上演。チケットの取り扱いは E プラスまたはデパートリューボー4階チケットセンター。皆さんもコンテンポラリーダンスとミニマルミュージックの出会いを体感してみてはいかがですか？さあ、那覇市で芸術を満喫できる施設、そして素敵な公園を紹介してまいりましたけれども、どうでしたか？もう素敵でしたね。もう沖縄にいながらいろんな世界の芸術が見えることができるからもうすごくいいですね。芸術の秋って日本で言ったりするので、もうちょっと先ですが秋でもいろいろもう一回回ってみたいなって個人的に思います。私も皆さんもぜひぜひ那覇で楽しめる芸術を回ってみてください。それでは See you シーサー